どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ひな祭りドドン今日はひな祭りってことでね。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。くるぶしさんおはようございます。フットモーニングじゃねえんだよ。いやもうこれ考えてたら天才だと思ったもんということで今回こちらです。3色ボールペン。はい。ということで皆さん3色ボールペン。はい。カッチョンカッチョンってしてね。まあ3色入ってるボールペンあるじゃないですか。あります。ボールペンっていうのはいろいろ色があるわけですよ。そうですね。はい、ということで今回やっていく企画はこちら。こちらじゃ。わあ。3色ボールペンだけで100色で描いたみたいに描けるのか。口に含むわよ。すごいセクシー。はい。ということです。はい。何を言ってるのかと思うんですけども、色っていうのは、3色で表すことができるんですよ、すべて。それはもしかして RGB みたいなことですか？ RGB、さやさんご存知ですか？はい、知ってます。はい。赤と緑と青です。まあそういうことですね。ということは綺麗です。どうしたのさやさん、なんか100段飛ばしぐらいでバカになってない今日。はい、まあ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 、ちょっとさやさんのチューニングも合ってないんですけど。チューニングがRGB ってレッド、グリーン、ブルーの光の三原色ってことです。はい。光の三原色があったら、その3つの原色を混ぜていろんな色が表現することができるというわけなんですけど、こういうやつですね。あ、そうそうそう。で、ここに書いてみてくださいって言われた時に、さやさん書けますか？ RGB で。すっごい難しくない？しかも難しいし、ここじゃできません、その理論じゃ。なんでかというと、ここは紙だから。そう。要は目に入ってくる光の情報で、赤と緑と青の光を混ぜて作る色ってことなんですよ。要は RGB っていうのは、モニターとかパソコンとか、それこそスマホもそうだね。それは下方混合っていう色の作り方なんですね。テレビさ、すっごい近くで見るとさ。そう。昔のテレビね、特に。昔のテレビ。最近のこの皆さんは野生のブラウン管捕まえてきて。ガッと目の前で近くで見てあげてください。照れるんで。かわいい。じゃあ、ここの面に色を作るときに、必要な3色って何でしょうか？はい、これは自由回答です。選択肢は出てきません。さやさんが今フルで回答するまでこの時間は終わりません。1時間、2時間、3時間経っても正解が出なければ絵描きとしてありえないことなので絶対に終わりません。嘘、じゃあかな、みんなこうサムネイルなってこの辺に43時間とかっていうことになっちゃうかもしれない。耐久動画じゃねえんだよ今回。いや、さすがのさやさんそれ知ってますよ。わかりますか？ CMY です。おー、シアン、マゼンタ、イエローってことですね。そういうこと。はい、正解です。ありがとう。まあそれが色料の3原色、シアン、マゼンタ、イエローで K がブラックですね。ここの紙の面で作る色は原方混合と言います。だから CMY でどんどん混ざっていくと限りなく黒になるんです。だから絵の具とかさ混ぜるとさ、どんどん黒になるじゃないですか。彼らは自分たちのことを正義だと思ってやってたのに、なんと3人が揃ってしまった瞬間に悪の心に染まってしまうっていう。すごいダークヒーローものじゃん。そんな深いテーマはらんでない。でも3つ合わさったらほぼ黒になる。だけどそれでも真っ黒っていうのは実は作れないらしくて、だから K がいるっていう。あ、そうなんだ。だから黒がいるっていう話です。確かになんか、戦隊ものの黒って大体結構そういう役割だったりするよね。まあね。ってなわけで3色ボールペンで100色で描いたみたいに描けるのかということですね。こちらにこんなものがございます。カラフリア。はい。我々が6時間かけて消費したサラサのボールペンなんですけど、じゃあ今回はこの CMY でやってみますか？かわいい。こんななんかさ、プリキュアみたいな色なのにさ、混ざったら黒になっちゃうってなんか闇深いよね。闇深いよね。魔法少女が3人集まったらソウルジェム真っ黒になると。ソウルジェムっていうワードが多分結構もう古いんじゃないかな。まとまぎ世代で。なのでこれが例えば今この時点でこれってさピンク一色でしょ、
でピンクだ。でこれが黄色でしょ。うんうん。これ水色。これで色が作れるのかっていう話を検証したいわけですよ今回。いや確かに。でもこれ紫にしたいんだったらさ簡単だよね。だってピンクにさこうやって青混ぜたんだけど上から見たらちょっと紫に見えるんだよね。だから多分ね掛け網だと思うんだよね。この掛け網の密度さえコントロールできれば、理論上100色以上余裕でいけるはずっていう自分の目を信じる時間がここから先ずっと続きます。信じるものは己だけ。はい、ここに緑が作りたいと。水色のところに黄色がちょっと入れば緑に見えてくるはず。あ、見える見える、すごく見える。でも実際見えるじゃんね。ちょっと見えるね。ほら。じゃあ今回のお絵描きは Believe Yourself お絵描きという名前をつけますか。BYO。ということで BYO お絵描きやっていきたいと思います。見て。何それ、普通にただ3色でキモいさやさんと原作が生まれた。さあということでですね、早速やっていくんですけど、いきなり本番じゃあ作品作りましょうと言っても、ちょっと不安なわけです。この3色を適当に使って、いやでも僕はこの色で表現したいと思いましたっていうへりくつが通じるんじゃないかなと、見栄えが綺麗なように頑張って描いていくっていうだけになっちゃうので、その前に一回実際この色を塗ってくれって言われたらいけるのかっていう色作れんのかいテストやっていこうかなと思います。ちょっとカードがございますので、今回もバッチリ落書きしておきました。めっちゃ泣いてるやん。春爛漫ということで、春は別れの季節であり、出会いの季節ということで、涙にあふれたさやさんを4枚ほどご用意しています。泣きのバリエーションいらないです泣きすぎて倒れてんだこれ。そう。じゃあまずレベル1ということでここからお題を引いていくわけですね。はい。どの涙を止めてあげたい？悔しそうなさやさんにしようかな。それタイタニック見た後さやさん。じゃーあ、そういうこと。じゃあさやさんはどれにしようかな。ちょっとね、このさやさん結構気に入ってるんだけど、この天を仰ぐさやさんも気に入ってるので、これにしようかと思います。これはあれですね、最後の1個の肉まんが間に合わなかったさやさんですね。なんか悲しみの度合いはしょぼいのね。ここに比べるとね。じゃあ行きましょう。さあ1回戦目レベル1のお題、せーのドン。ああ、そういうことね。もうないね。ないんだ。緑。お前は今から緑を生み出さなきゃいけないんだ。使うな。じゃあポチタと不思議だね。ポチタですよ私は。なるほど。じゃあ行きますか。じゃあまず20分でサクッといってみましょう。いけるのか。不思議だねとポチタ3色チャレンジ。よーいスタート。ピコでんででででん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 。ポチタのこと考えてたら悲しくなってきた。最後親指を立てながら溶鉱炉に沈んでいく姿は涙なくしては見れなかったよ。ターミネーターの話になっちゃう。なんか子供の頃ってさ、私さ、不思議だねってさ、あんまり可愛く見えなかったんだよね、実は。わかるよ。てかね、違う、僕たちが子供の頃の不思議だねあんま可愛くなかった。最近のダンちゃんが可愛い。最近の不思議だねが妙にあざてえ。めちゃめちゃ可愛いよね。なんかあざとすぎてちょっと。ね、そう。今回3色、とりあえず色はこの3色のボールペンでいくんですけど、線画に関してはちょっと黒は普通に使います。黒は使わせてください。CMYK の K 部分をちょっと使わせてください。幸せになりたい。楽して生きていたい。ネットフリ見ていたい。具体的だな。だらけ方が。しかもネットフリ契約する余裕はあるんだね。ある。よかった。デンジが幸せそうでよかった。確かに。3色タイムが始まるということですか。3色ボールペンタイムですよ。まずは、絶対にマゼンタは入らんっていうことね。オレンジにマゼンタは入らない。違うよ、私だよ。人に心配なんかしてる場合じゃない。人の心配なんかせんわ。見てこれちょっとさオレンジに見えるんじゃない？オレンジ見えるなそれ。見えるよね。見えるな。待ってさやさん3色ボールペンの申し子なんだけど。もう申した。やば契約した。3色ボールペンの悪魔と。弱そうだなそいつ。でもさ3色ボールペンってさ、学生がさ授業中に落書きする際のさ、蛍光ペンに並ぶさ2大カラーリングことだったわけじゃない？いやそうそう。授業中でも色をつけられる代物だったわけだよね。見えてきてない？確かに。ちょっとダネちゃんの色に見えてきたよね。ダネちゃんだってさ完全緑じゃないもんね。そう完全緑じゃん。青緑の感じがあるから。コピックで言うと BG だもんね。そう。なんでコピックで言った今。なんかでも色って不思議だねなんか。めちゃめちゃ不思議。何？色って不思議だね。色って不思議だね。色って不思議だね。もうゲンさんが見えなくなるぐらいで猫回してください。
なんかもう猫ビュンビュンにしてください。はい、ということで20分レベル1、はい、不思議種とポチタ。せーの、ドン。おお、結構じゃない？すごい。これ3本でやったけどちゃんと種節っぽく見えてない？種とちゃんと体の色が分かれてる。おお、頑張ったな。すごい。ない緑を生み出しましたね、あなた。なんかどうにかなりましたね。でもこれでもさ、緑っていうもののさ組み合わせが分かりやすかったよね。まあ確かにね。これとこれをどうにか分配して、黄色多めなのか青多めなのかでどうにかなったけど、でもポチタだよ。結構これはいい感じのポチタの色してるね。ただね、口の赤がむずくて。ああ、確かに。でもゲンさんの子すごい綺麗に。これね、マゼンタなんだよ、ほら。まあ赤には見えないな、こう見ると。いや、むずっ。でもまあ寄せることは可能というっていうことが分かりましたね。じゃあとりあえずレベル2本番行く前にもう1個だけやっておきましょう。はい。ではレベル2でございます。はい、レベル2。じゃあこの企みの源さんとあざきの源さんせーの、ドン。ソニック初音ミクテトリス全然違うものになったセーガーまで言うとテトリスが出てくるようになってる。もうプヨテトのやりすぎないよ。ですね。はい。ミクちゃん結構人じゃない？普通に引くよね。普通に引くよね。そう、ミクちゃんなんか悪いことしたみたいな。はい、そんなこんなでソニックといえばさやさん書きましたよね。いや、そうですね。書かせていただいたことありましたよね。書かせていただきました。セガさんのソニック30周年記念のお祝いイラストね。懐かしい。さやさんがこれ弾けばよかったのに。こういうキャラクターにおける永遠の謎なんだけどさ、この下でつながってる白って何なんだろうね。この目の下に白入るじゃん、ここ。あそこね、瞳だと思わせて瞳じゃないんですよ。そういうことなのかな。皮膚なんだ。怖いな、ちょっとそう考えると。おむすびコロリン。ねえ、収録中に普通に本名言うの初めてじゃない？やめてマジで。しかもなんか意味わからん文脈で。マジでこれ配信中じゃなくてよかったわ。本当にコロリンしちゃった。コロリンしたのは本名の方だけど。本当だよ。これ黒ベタって塗っていいの？黒ベタはいいですよ。じゃあ鼻だけ塗らせていただきますね。いいよ好きにしない。いやね、私ね、もうこれ絶対動画で話そうみたいなことが起きた時って、LINE の自分だけが見えるキープメモってとこにメモしたりとかしてるの。さやさんなんだ、動画に話す内容メモしたりするんだ。そう真面目だし。真面目だ。根はだけどメモしたことを忘れてたりとかする時あって、でこの前なんか久しぶりに見返してみたの。そしたらなんか1個だけなんかこれ話してないけど何のことかわからないっていうワードが1個だけあって、それが納豆の謎だったの。何みたいな。今からアドベンチャーゲーム始まる。私は一体納豆の何に気づいてしまったのか。逆にね、消されたやつだもんね。もうメモやだな。僕さやが失踪してさ、書き置きしてある携帯見たら納豆の謎って書いてあったらすげえやだ。ノーヒントすぎるだろうと思う。切れるかもしれない。なんだよこれ。ちょっと待って、緑にならない。画面で見るとだいぶ黄色くなっちゃった。皆さんまず色調整入る前に面積でかすぎて何もできんっていう状況が始まってる今。20分じゃできないわ。30分に延長します。ゲンさんのライフポイントを削って30分になりました。俺のライフポイント削ったんだよ。しかも昔ながらの遊戯王のライフポイント計算で。そしてここに来てサラさんの 0.5 が細すぎるということに今直面してる。サラさんは悪くない。確かに。サラさんは悪くない。むしろいい。書きやすい。ボールペンで色塗るもんじゃねえな。でもこれが全部誘導で喋らされる。ディストピアを追いかきたいです。夏目さんちがもし管理社会配生の世界観になったら、検閲の目を盗んで追いかけしてみたって企画出しますんで。すごい、めちゃめちゃイフルート。もし夏目さんちが表現も何もできないディストピアの中で活動しなきゃいけなくなったら、多分そういう企画が出る。その監視社会で YouTube 生きてたら強すぎるよね。確かに YouTube 強いよね。さすが Google 帝国って感じ。さすが様です。無理です。ご覧ください。まだ髪の毛しか濡れてません。2週目20分始まった。ここで全てのインク使い果たしそうなぐらい出るよね。俺は知ってる。でもサラさんのボールペンは6時間持つということ。そうだ。こんなんじゃへこたれないことを俺は知っている。知っている。このぐらいでへこたれて欲しかったということも俺たちは知っている。
さあということでレベル2ですが、はい、40分ぐらいかかってます全然彩りが終わらないのよ、ということで、レベル2ソニックと初音ミク、はい、せーのドン。おー、はい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 、でもわかる。そうミクちゃんのね、髪の色の緑なのかな、できらない感じなんで、ネギのね、もうちょっとなんかこう青濃いめの方が良かったなと思って。そうかもね、なんか上よりこっちのがぽいかもね。そう最初ね黄色と青で青の方が濃いから、じゃあ青を後に塗ろうと思って、黄色をちょっと濃いめに最初に塗っちゃったんだけど、もうそっか、それがちょっと黄色がね出過ぎちゃったかなっていう感じ。確かにちょっと緑髪っぽくなったね。いやそうなのよ、ちゃんと緑髪みたいな。これも大変そうでしたね。なんかレベル2なのになんか人型のものでね、ちゃんとお肌も塗らなきゃいけないはい、僕はソニック。なんかむずいな、真っ青ってどうやって出せばいいんだろうと思って。なんか理論上だと、シアン強めでぐしゃっとマゼンタも多く混ぜると、そうなんだ、青っぽくなるっていうことっぽいんだけど、でも、その塩梅がこの線状だともっと緻密にやらないとできないんだなと思って。まあ確かにね、シアンって結構こういうタイプの色じゃないですか。これのタイプの色を真っ青にするにはやっぱりマゼンタがギャンと入ってるらしいですよ。見てお、ちょっと見えるよね。わかる。それどうやってやったの？もうほんとしましまよ。確かにね、確かにソニックの青っぽくなったかもしれんね、なんかぽいよね。うわ、細さでも調節していかなきゃいけないのか、大変緻密なバランス調整が求められますよ、これは。そうでしょ、これ終わるこれできるこれ無事。うわ、なんかいけるやろとか思ったけどね、めちゃくちゃ難しい。じゃあここで今ちょっといろいろ学んだので、ちょっとこれを踏まえつつ3回戦目、レベル3、はい、オリジナルのイラストを頑張って描きなさい。はい、描きましょう。いきましょう。はい、やっていこうと思います。お願いします。さあでは早速レベル3いきたいと思います。さようなら、白紙に戻ります。ということでですね、レベル3はオリジナル、はい、とにかく自分のいつも描いてるような絵を果たしてこの3本でいけるのか、3本プラス黒、K、黒ですね。これそもそもシアン、マゼンタ、イエローじゃないので何度もちょっと言ってるんですけど、厳密には違うんですけど、疑似 CMYK チャレンジですね。俺たちはこの3本だけで鮮やかなイラストを描けるんでしょうか。というわけです。さっきで40分かかったので、そうね、ちょっと一旦制限時間なしにしましょう。許してください。はい、もう別に許してくださいも何もないんですけど、誰も制限時間なんて作れなんて言ってない。まあ確かに俺たちが単純に、なんで俺たちはいつからそんなこと考えていたんだ。初回から初回は恐ろしいんだよ。制限時間は5分間で用意スタートとか言ってるから。なんであいつら5分で書けようと思ったの。あいつら何やってんだ。なんかね、時を経るごとに5分間で書くって何やってたんだろうっていう、やば、過去の私と思うんだけど、出会ったらびっくりしちゃうな。とりあえずですね、僕たち書きたいものを書けるのかと。はい、それではやっていきましょう。用意スタート。先日ね、兵庫県にお邪魔させていただいて、マイプレッサー、はい、マイプレッサーにお邪魔させていただいた時に、熱烈に私の描く膝少年をすごい喜んでくれた子がいたので、もうそれがすごい嬉しいので、ここはまたね、ちょっと心機一転初心に戻って膝で、別にあれ描きたいわけじゃないんだけど、やっぱ初心の頃って大事だ。描きたくない。別に描きたい、いや描きたいけどなんだキレ気味なんかカラフルな感じを表現したいので、カラフルメカでいきます。じゃあ私もカラフルな感じを出したいので、カラフル膝にする先回りしちゃったよ。呼ばれてるそうやってピース下手だよね。下手とかうまいとかあんのピースに。どういうこと？セペ下手なん？この子研究施設からまだ出たばっかでうまくピースができない子っていう設定で今から書こうと思ったんだけど。それぐらいピース下手なの？そういえばさやってあんまピースうまくないなと思ったけど、ちょっとさやのピース書くね。今なんかめっちゃ急にさ、急に言われてさやってピースちょっと見ててみんな。俺が表現してみせる。30年生きてて初めて。初めて言われた？それは嘘でずっと下手だった。そう。ちょっとみんなにジャッジ求むわ。実演しないと分かんないぐらいなの？いや、どんなんだったかなと思って。そんなピース下手かな。さあではですね、だいたい線画が終わったということにしましょう。じゃあここからやつらの出番でございます。早速塗っていくんですけど、さやさんのピースが下手という。これさやさんのピースが下手なのか。いや、さやさんはね、4歳の時からね、写真を撮る時は両手でピースするっていうのをね、やって続けてる。ピース歴27年なんですよ。なるほどね。ごめん、同じ方いたら本当申し訳ないんだけど、なんでここ閉じんの？これ
見てピースってこうじゃない？なんでこうはならんくない？なんでここキツネさんになっちゃうの？キツネかわいい。キツネさんアッシュじゃんこれ。だってピースってだってこうだよイメージ。じゃあさらば掲げろピースサインしてる絵に描かれてるピースどれだと思う？多分これだよ。じゃあこれ何？知らない。ピーコン。そんなことはどうでもいいんです。ガラピーコン。はい、とりあえず今回僕がさやさんの下手くそピース。下手くそピースを描いてみたの。下手くそピースは原産的に下手くそピースの女の子ね。確かにね。さやは下手くそじゃないけど。まあそう。でもこの子はピースがうまくできない子だからね、まだね。てか初めて見たピースがさやさんのピースだったかもしれない。あ、そういうこと。インプリンティングピース。インプリンティングされたかもしれない。さやさんのピースを。これがピースじゃぞっつってさやが。じゃあそう。これは見てうさてんだよこれ。かわいい。さやの絵にしては珍しくただのウサギがいる。普通のウサギでちゃんと縫われてない。縫われてない。ウサギだよ。可愛いでしょ。モフモフタイプのウサギ。じゃあピース下手子ちゃんとうさてんで。行きましょうかじゃあ。行きましょうか。結構ビビいくのね。もうビビ肌色から塗るのが好きなんですよ。はいはいはい。でもそこのポリシーは崩さない。なるほどね。肌の色は結構僕ね細い黄色をまずうまく使おうと思ってやっておりますよ。節操も俺と同じ気持ちなんだけどさ、ちょっとやばい震える体が。これがむしゃぶりってやつ。そういうこと。えしゃぶりいいんじゃない？これ膝のテカリいいんじゃない？膝に光が当たっていますね。いや膝から光が出てるのかもしれませんね。うるせえな。日常生活で膝光ってたらどうする？明るくて便利。そんな実用的な話してない。体洗うときちょっと大変だね。ピカッ。これどうやって消すのってね。さあということでどんどん描いていきましょう。いきましょう、はい、重ねていって色を作れるのか。はい、はい、いやもうこれなんかさ、はい、もう密度とかさ重ね方とかでだいぶ変わるからさ。そうなんですよね。なんか概念としてはやっぱりパーセントなんだよね。いやそうなんか漫画のトーンとかと同じで、何パーセント何の色が入ってるみたいな認識で描いていくと、はい、色入りやすいんだなっていうのをだんだん分かってきたところ。そう分かってきたところだけど、まあさやさんはそのパーセントとかの頭の中で出せないので、まあ、僕も出してないんでフィーリングですけど、はい、ニュアンスとフィーリングと感覚と、雰囲気で書いております。まあ、と言いつつまあなんとなく、緑色とか、まあ、この実際ない色を作ったりして遊びつつなんですけど、いやなんか実際さない色、いやそうね、赤とか青とか、そう緑とかね、なんか作れるとさなんかすごい達成感あるんだよ、ね、なんか嬉しいよ、謎にね、やっとったぜっていう気持ちではい、うさてんちゃんです。うさてんちゃんね。でもこれさやさん足見てて気づいたんだけどさ、エンジェルのスペル間違ってるよね。わざと。嘘。エンジェルのスペルが間違ってる。間違ってた気がするんだけど、まあちょっと後でそれ確認しといてください。もしかして E じゃなくて A だったとかそういうやつですか？そういう話だね。でもそれはなんかこうわざと違うということで、なんかこうそういう可愛らしさね。そう抜けてる感じよね。こうね作者も抜けてるし、この子も抜けてるし。やかましいな。いやそもそも天使だからね、多分そういう言語とかっていう概念ないかもしれないので、ちょっと僕ちょっとこんな感じで塗ってるんですけど、はい。ちょっとニュアンスというか薄い色を出したいなということで、メカの部分のところをかなり薄くいろんな色を混ぜて、グレーがかった色作れないかなっていうのでやってますね。はい。なんか現在さちょっと面白い重ね方してるから、そんなところも見てもらいたいですな。もうなんか制限時間がカウントが99分超えちゃって点滅し始めちゃっておこうが点滅してる。やめた。ということで完成。いやはい、ということで完成しました。完成しました。はい、3色ボールペンプラス黒で描いたイラストどんななのか、せーのドーンと。いやいい感じなんじゃないですか。思ったよりなんかいい感じにカラフルになったんじゃないかなと。いやもうめっちゃいいっすね。なんかいいね。うさにゃんです。アンニュイです。はい、なんかいい感じ。赤とかさ青とか本来ない色ちょっと出せたんじゃないかなって思ってるんだけど、その辺はどうなんですかね。どうでしょうかね。僕も結構赤とか緑とか、その緑いいね、唇緑。外側からこうじわっと見るとちょっとグレーに見えないかなっていう感じで今入れてみたんだけど、いやそうそのグレーすごいね。なんかちょっと微妙なところではあるんだけど、でもなんか言いたいことわかるっていう感じ。そう真っ白じゃないグレーがかった感じっていうのを3色全部均等に入れていくみたいな感じでやってみたんだけど、色の不思議って感じね。なんか面白いですよね。これ寄ってみるとねあんまり見えないですよ色。寄って
見ると割となんかまあ線の集合体っていう感じなんだけど、感じになるけど、ちょっと遠くで見るだけで、多分画面で見てるみんなはこの辺とかだと割と色いっぱいに見えるんじゃないでしょうか。だといいな、はい、だといいなこれはもう完全にあれです。最近研究所から出てきた子。あとこれ研究所から出てきたのを捉えるために写真を撮られたんだけど、かわいい。撮られる瞬間人間はピースするっていうのだけを学んでたの。だかからカメラに向けられてピースしちゃったって子。じゃあ自分の状況が分かってないけど、あんまり分かってないけどカメラ向けられたらピースするもんだと思ってピースしちゃった子です。かわいい。だけど学んでたピースがさやのピースだったからこうなっちゃった。じゃん。だってほら見て、塩も一つまみいけます、なんでピースしながら塩をつかみたいという需要があるっていう子なので、ちょっとあれです。かわいい。これ脱走直前なのに記念撮影しちゃった子です。かわいい。おしゃれですね。でこれちょっと後ろにこの3色ですよっていうのを入れておきました。はい。ここがめっちゃおしゃれだよね。そうこれ下なんか余ったから本当はここに色テストしようと思ったんだけど、意外とぶっつけ本番でゴリゴリやっちゃったから、なんかお茶濁しておきました。なんかおしゃれな人に家にあるさ、何に使うのかわからないけどなんかすごいおしゃれだなっていうものにすごく近い感覚がある。そういうつもりで描きました。でもさやのもすごいいい感じ。はい、うさてんくんです。このうさてんくんね、結構好き。なんかさやの描いてる子って僕実はあんまり笑顔が激しい子よりこっち系の子が好きだよ。そうてかね、私笑顔の絵よりはねちょっとアンニュイ感ある漂う症状の方が実は好きなんだけど、でも動画で描くときはいつもパーンって顔ばっか描いてるね。笑ってた方がいいかなと思って。そういう気遣いで僕は結構こういうアンニュイな表情が好き。はい、アンニュイな感じ。感じでも本当にこれ3色以上には見えるね。そう、ちょっとこうジャージっぽい感じでいろんなところにねラインを残してかつ混色してね、遠くで見てね、遠くでみんな本当輝度下げて見てね。輝度は下げなくていい。うさてんくんなのでうさぎちゃんをお迎えしに行く専門の天使なので。そういうこと？天寿を全うしたうさぎちゃんを迎えに行く専門の天使。そうだからもう超ホワイト。そういうことね。この子これは天使になったうさぎ。天使になったうさちゃん。どっちかというとこっちの方がうさてんであって、こっちはうさてんではない。なるほどね。こっちどっちもあれうさてん？こっちどっちも。こっちはうさぎかもしれない。こっち羽描くの忘れたから。じゃあこっちはこれから天ぷらになってうさてんになるかもしれない。やめろよ。なんで急にブラックジョークなの？うさぎが可愛いね。うさぎ妙に可愛いね。今回ちゃんと真面目にうさぎ描いてる。いや本当なんかいつもね、さやさんのうさぎじゃないやついっぱい出てくるけど、今回はうさぎなんです。今回はうさぎにしました。いやいいですね。はい。ということで3色ボールペンで色塗りチャレンジですが、これは学生時代支えてくれたこいつすごい楽しかった。大変だったけどさすがに授業中は無理だ。授業中ここまでしたら先生に怒られる。絶対お前それ教科書に線引くだけじゃないことしてるだろっていう感じだもんね。ちょうど線画から描き始めて2時間ぐらいでいけたので結構塗り方としては楽しい塗り方でしたね。やっぱり学生時代のね授業中の落書きを支えてくれた3色ボールペンはねやっぱり偉大でしたよ。偉大でしたよ。ぜひね皆さんもね多分3色ボールペンだってこんなに身近な画材もないのでね、授業中以外でぜひやっていただきたいと。通常のよくある3色ボールペンだと青、緑、赤では3色だと思うんですけど、こういう風にいっぱい色で遊びたい場合はこの水色、黄色、ピンクとかで揃えるとボールペンで遊べるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんたくさん遊んでみてください。遊んでみてください。この子もウサギっぽいね。ウサギだよ。めっちゃ後出し。じゃあコラボ。ウサコラボ。言うの忘れてたでしょ。忘れてた。脱走してきた時にピースしちゃった子って設定思いついたら可愛いやんと思って、ここウサギにしたいたの忘れてた。ここウサギ。ほら。本当だ。ウサギだしピースだし、ほら。モチーフ一緒にしたの。本当だ。忘れたわ。言うの。ほら、謝って。はい。すいませんでした。なんで？